仕事熱心ですね。ハンギョン。いかにもハンギョンです。鍵が開いてたので入ってきちゃいました。絶対嘘だろ。こないだも開けるようお前に言いくるめられたって部下どもが泣きついてきたぞ。そうでしたっけ？来るときは連絡をよこせって言ってるよな。急に来たくなるんですもん。そんな冷たいこと言ってますけど、あなたの方こそ私のことを思い出したりしてたんじゃないですか？今日は何の用だよ。ラーメンなら行かねえぞ。シーズを追っ払った例にと町のやつらが差し入れをくれて、俺も部下も腹いっぱいだ。それないですね。昔はそんな子じゃなかったのに。昔の話はやめろ。どうしてですか？私のことお兄ちゃんって呼んでくっついて回ってた時期があったなんて知られたら部下の前で格好がつかないからですか？そんな呼び方したことねえだろ。ついでに過去を捏造するんじゃねえよ。あら、失礼しました。長く生きてると記憶が混乱するんですよね。で、何の用なんだよ。あなたにお願いしたいことがあったんですが、お忙しそうなのでやめておきます。俺に頼み事か。国を離れなくても済むなら聞いてやってもいいが。ですよね。だからいいです。もともと私一人で準備しようと思ってましたし。それじゃあ失礼します。再戦。おい待て。何の準備だよ。あれ知りたいんですか？まあ気にはなる。じゃああなたにだけは教えてあげます。サプライズの準備ですよ。私の大好きなね。今回の犠牲者は誰だ？それを知りたかったらお手伝いしてくれないと。悪いが国がそれどころじゃねえ。どこもシーズですね。お前の国にだって現れてるだろう。目撃情報が入ってきてるぜ。目撃情報だけでしょ？どういう意味だ？なんでもないです。あなたもあんまり根を詰めすぎないように。過ぎたるは何とやらと言うでしょ。今の俺はバツ丸様のフラガリアだ。バツ丸様のために国を良くすることが第一なんだよ。自分のことなんて考えてられねえ。頑固というか一途というか、そういうところは変わりませんね。お前もあちこちフラフラしてねえでご主人のところにいろよ。寂しいんじゃねえか？え？なんだよ。嫌ですね。寂しい思いなんて絶対させません。この私がいる限り。それじゃあ今度こそ再戦。たく何をするつもりなんだか。待てよ。妙なことを言ってたな。目撃情報だけ？被害の情報はねえってことか。おっと、それどころじゃねえ。報告書10万1。ずいぶんしつこいシーズだね。ならばよみがえるの対象エリアを広げるまでだ。ケロケロマジカルミュージック拡大版スタート。シーズの消滅を確認しました。新たなシーズの出現を確認しました。ダメだ、キリがない。妙だな。何が？これほど大量のシーズがいながら誰も取りつかれていない。取り付く前に浄化されてるからじゃなくて？説明していなかったが、マジカルミュージックは範囲を広げると付与した浄化魔法の効果が薄まるのだよ。そういう仕組みなの？科学は無敵だが無限ではない。だから拡大版で浄化できるかどうかは賭けだったが。浄化はできてる。つまり次々に現れるこのシーズは一匹一匹の力は弱い。その可能性は高い。じゃあ何のために現れたんだろう？何かが消されてたりは？人々の様子を見る限りはないように思えるが。各地の池の水位が下がっています。池？そういうことか。やられた。
お池の水少なくない？あら、ほんとね。いつの間にか。無数のシーズは目くらましも兼ねていたのか。ピケロの意識を浄化に向けさせて、その間に少しずつ池の水を消してたってことか。なかなか知恵の回るシーズだ。こうなると。池の底が見えてきた。何もかも終わりだ。シーズが分裂をやめ、人々に取り付き始めたか。そうなるよね。土地の大半を池が占めてるこの王国では、池の水は国の象徴みたいなものでしょ。それを奪われたら。やはり君も俺と同じ見解なのだな。シーズが狙うもの、それは人の負の感情の中でも特に不安だと思う。なんで不安を狙うのかはわからないけど、こうなってしまったらマジカルミュージックでは浄化できない。一度人々からシーズを引き離さなくては。最初に流した明るい曲は使えないの？試してはみるが、これほどの不安を吹き飛ばせるかどうか。やはりダメだ。改良が必要だな。改良って、そんな落ち着いてる場合？落ち着いているように見えるのか？見て、あのモニター。池の水がどんどん減ってく。タッサム、これってシーズがやってるんだよな。おそらくそうだ。とにかくまだ人に取り付いていないシーズを見つけたらすぐに浄化だ。ピケロー、見えちょいやろ。俺らはこっちで頑張るけん。早くなんとかしてくれ。コンクリンこと、ケロップさんと作ってきたコンクリンこと、一番分かっちょんのはピケロやろ。ちょっと俺も行くよ。池の水とうとうなくなっちゃった。もう全部ダメなんだろうな。こんなお池の姿見たくないよ。シーズはこのエリアに集まってるみたいだね。この広場は三方池に囲まれている。人々を絶望させるのにうってつけというわけだ。ヘイ、ピケロ、チャコ。タッサム、状況は把握した。シャーコー、もう真剣びっくりしたんやけど、目ん前で池水がこうなぐんぐんなくなっていくんよ。ケロップさん国人、それ見たらみんな真っ青になっちゃった。お疲れ様。2人のおかげで無事な人たちを避難させる余裕がありそうだ。ああ、紳士たる僕が秩序をもって人々を導こう。ケロケロケロッピ王国の諸君、慌てず騒がず紳士的に避難する。僕に続け。俺は浄化に回るから、アルとピケロは取りつかれた人たちを助ける方法を考えて。俺も任せたよ。任せたとか言われてん困るんやけど、ピケロ、なんかいいアイデアないん？今考えている。そうや、池水を増やす機会はないん？ない。仮にあったとしても、増やしたそばからシーズに消され、人々の不安を増すだけだろう。そっか。あの楽しい音楽も聴かなかったの見たし。分かっている。なあピケロ、さっきからシーズと人の周りをぐるぐるしちょんだけやん。ピケロン魔法シーズに当たっちょらんし。そう見えるのならそうなのだろう。自分が一番分かっている。我がロードが作ってきたこの国のことも、科学同様俺自身の能力も無限ではないことも。ロジックを組み立てろ。考え解き明かすのだ。どうすればこれだけのシーズを人から引き離し、
浄化できる。はは。さてはもう何か思いついてるな。俺には内緒ってことか。口に出す手間も惜しいだけだ。時間ができたら存分に説明しよう。それって全部終わった後ってことだろ。なら俺が思いついた作戦も内緒にするからな。ほう。作戦とは？聞いて驚け。コンクニン人たち雨が大好きやん。やけんでけえ魔法みたいな機械で雨を降らすんよ。そしたらみんな不安が消えてシーズが離れていくんよ。いいアイディアやろ。雨で不安が消える。やっぱダメか、そう簡単には。奇遇だな。俺の考えとほぼ同じだ。人工雨発生装置振り返る。カエルが鳴いたら雨が降る印だ号アルファ体験版起動。放水開始3秒前。2、1、開始。うわー、いくらなんでんこれは降りすぎやろ。うわ雨だ。これで池の水も少しは増える。シーズが離れた。自動で浄化されてくんやけど、なんでだ。雨に俺の浄化魔法を混ぜた。魔法を混ぜ、そんなことできる？真剣すげえやん。すべてのシーズの浄化を確認しました。おお、やったなピケロ。実験段階の装置だったがなんとか作動してくれたようだ。まだ局所的にしか機能しないのだが。ああ、だからぐるぐるしてシーズたちを一箇所に集めてたのか。なるほど、君もなかなかの観察者のようだ。そして雨が人の不安を消すか。他国の者に教わるとはね。え、俺なんか教えた？へい、いきなりずぶ濡れになったのだが。着替えたい。おお、そちらにも降ったのか。データを取っておかないとな。データって何の話？まあ様子を見る限り無事に済んだみたいだけど。あ、池も元に戻ってるね。ピケロ、先ほどの雨、君の浄化魔法の気配を感じたが。さすが、よくわかるな。騎士学校で嫌というほど見てきたからな。こんなことまでできるとは。君は本当にとんでもない男だ。お褒めに預かり光栄だ。ほんとすげえんだなピケロ。あんまり説明してくれないけどいろんなこと考えてるし、何でも現実にしちゃうし。でもじゃあなんで。なんだ。ケロッピ様が謎をすべて解き明かし、見事部屋からの脱出に成功しました。想定通りの攻略時間だ。難易度の設定が適切だったということだな。つまり脱出ゲームだったってこと？その通り。我がロードが退屈しないようあの部屋には様々な思考を凝らしてある。当然ながら脱出ゲーム以外にもたっぷりとね。そうだったのか。そんなことだろうとは思っていたが、ピケロ、他人からどう見えるかを少しは気にしたらどうだ？君に言われる筋合いはない、タッサム。 What？ 今回のクリア報酬はケロッピ様によるリサイタルの開催です。皆様、広場のステージにお集まりください。やったー、ケロッピ様のお歌だ。雨上がりのリサイタルなんて最高。最前列行こうっと。ほんとピケロって独特なロードの守り方をするね。自分でも不思議に思う時がある。ロードのため、ロードの国のためであれば、己がどう見えようと、どう評価されようと構わない。
フラガリアをしていると、そういった衝動が湧き起こる。実に難解だ。この衝動がどこから来るのか、その断りを、真実を解き明かすためにも、俺はロードの生態、蘇生、精神の構造、全てを知りたいのだよ。そのためジャコ、これケロッピさんのことが大好きって意味で合ってる？合ってると思う。ケロッピ殿のステージが始まるようだ。城からも見えるだろう。戻ってゆっくり鑑賞させてもらってもいいだろうか。もちろんだ。窓辺に特等席を用意しよう。それと着替えも。そういえばびっしょびしょなんだった。リサイタル楽しみだな。いやー、お中元までびしょびしょになってなくてよかった。あの騒ぎの中持ち歩いてたってこと？どうやって？ピケロ、僕たちはこれからハンギョンの国へ向かう。君が研究室から出るのを好まないことは知っているが。そうだな。我がロードを観察する機会を1秒たりとも逃すわけには。ピケロも行くよな、ハンギョドンさんち。たった今行かない理由を説明したところだが。ケロッピさんもハンギョドンさんによろしくって言ってたし、フラガリア直々によろしく伝えた方がよくないか？今さらよろしくも何も。あそこのフラガリアもしょっちゅうここへ顔を出す。国の様子も伝え聞いている。奴が勝手にペラペラと喋るのでな。ああ、そんな進行があるんだ。じゃあ一緒に来てもらったらますますお中元を渡しやすくなるんじゃない？だな。決定。ピケロが仲間になった。人の話を聞いていないのか。これがあるだから早く慣れた方がいいよ。たまにはどうでもいいじゃないか。君の方から訪れたらハンギョンも驚くだろう。なるほど。あの男が驚く様子は見てみたくもある。じゃあ早速出発ってことでいい？うん。こういうこともあろうかと作っておいた携帯用ロード観測モニターを持っていくとしよう。携帯用ロード観測モニター？ No way! ほんと徹底してるね。時間がたっぷりあればもっと楽しくできましたが、これでも十分ですよね。きっと喜んでもらえます。おやリリー、もう私を置いてどこへ行ってたんです？そうですか。4人が王国に入りましたか。確認ありがとう。じきにこのお城にご到着ですね。リリも一緒にお出迎えするでしょ？恥ずかしがることないですよ。たくさん心を込めておもてなししましょう。そう、この国流の最高のおもてなしをね。